皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは、日本語の意味や文化だけでなく、なぜ日本人はそう考えるのかという背景にある考え方まで一緒に話をしていく、そんなポッドキャストのコーナーでございます。昨日はイエスであれ、ノーであれ、要求をガツガツ言うのは下品という感覚っていうのが遠回しな言い方につながっているという話をしましたね。日本独特な言い方です。今日はその考え方の根っこにある、日本の大事な文化を語るときの大事なキーワードですね。和についてお話ししようと思います。日本の職場あるあるなんですが、自分の意見を言えないとか、希望を伝えると空気が悪くなりそうみたいなのは日本ではよくあることです。日本で働いている方もしいらっしゃったら、すでにこういう場面に出くわした経験がある方もいらっしゃるかもしれません。その背景には和を乱してはいけないっていう、みんな意識はしてないんですけど、強いそういう価値観がありますよね。この和を乱してはいけないっていうこの言葉自体は皆さんにとってちょっと抽象的に感じるかもしれません。でも日本文化を理解する上では絶対に欠かせない概念ですよね。とても抽象的で難しい概念だと思います。すごく簡単に言うと、和っていうのは集団のその場の調和を意味しますね。海外の論文なんか見てると、ハーモニーって訳しているものとか結構あるんですが、私はハーモニーって訳すのはちょっと違うかなって思っています。現時点では。ただこの話をすると、すごく時間を取ってしまうので、今日はその話はしないんですが、日本では昔から個人よりも集団のバランスっていうのを大切にするのが美しいってされてきたんですね。正しいかな？正しいってされてきました。例えば会議で一人だけ強く主張する人がいると、自分の意見をね、あの人ちょっと和を乱してるよねって言われることがあります。いや、今じゃないでしょとか、それこそ空気が読めてないよねって言われることがあります。で、これはみんなと足並みを揃えることを重視する文化から来ていますよね。和の文化から来ていると思います。で、ストレートに言うと和を乱しそうっていう、こういう思いは日常の行動にも現れてます。日本ではよく空気を読むっていうふうに言いますが、これも周りの雰囲気とか他人の気持ちの方を察して、それに合った行動をすることを意味しますよね。上司とか先輩に質問するときに必要以上に相手のことを思って遠慮したりとか、あるいは自分だけ先に帰るのをためらったりとか、あと会社だと会議で自分が反対意見を持ってたとしても空気を読んで言わなかったりするのはまさにその空気を読む文化の表れですよね。どれも自分を出すことよりも、個を出すことよりも集団の調和っていうのを優先しているわけですね。この本の著者の鈴木おさむさんも、こういう空気の中で長く働いてきたからこそ、いろんな配慮をしたり、自分の意見を言えなかったりしたことがあったみたいです。本の中にはそれも書かれてました。ただ私の考えを言うと、私自身は日本人なんですが、中学校、高校の頃から自分の考えを自分の口で伝えることは悪いことではないんじゃないのって思うタイプでした。今はそれは変わってないですし、自分の意見ははっきり言うタイプですね。で、その場合によっては変な空気になったりすることも経験してます。ただ、自分の意見をはっきり言うことで、相手が言葉に詰まったり、戸惑ったりすることもあった過去と、今との違いっていうのは、自分の意見をはっきり伝えつつも、相手が受け取りやすい柔らかい言い方を学んだっていうところが、
ちょっと昔とは違うところかなと思います。皆さんもね、同じようにその使い方を学んだら必要以上にストレスを感じず、日本の文化である和っていうのにも馴染むことができるんじゃないかなって私は思っています。では今日は日本文化の核の和について、あと和を乱すことへの恐れについて紹介をしました。皆さんの国にも似たような価値観はありますか？もしあったらコメントで教えてください。さて、今日は一つお知らせがあります。今日の和を乱すというような話題を、周りの気にせずに私と1対1で深く話してみたい方はいらっしゃいませんか？マンツーマンなら、皆さんの意見、本音も遠慮なく話すことができます。ぜひ概要欄のプレプリから体験レッスンを予約してください。お会いできるの楽しみにしております。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。